皆さんこんにちは、シオネルです。こちら今早朝の東京駅です。朝今4時50分くらいかなです。今日は東京駅から空の玄関口成田空港までの2つの行き方を乗り比べしてみたいと思います。空港までの2大スピードアクセス、スカイライナーと成田エクスプレス、どちらも乗車していくんですけど、東京駅を起点として行って帰って、個人的にはどっちの方が好きかななんていうのも乗り比べていきたいと思います。行きに乗るのはスカイライナー。まずは東京駅から日暮里駅まで向かいます。この時間はガラガラで、いつもの山手線とは全く違う雰囲気。でも独り占めできるわけではありません。みんなこれからどこへ向かうんだろう。そしてこんな朝早くから電車が動いているってすごいですよね。感謝の気持ちでいっぱいです。12分で日暮里駅に到着。これから乗り換えをしますが、乗り換え案内はとても分かりやすいので迷う心配がいりません。こちらの青い京成線乗り換え口からスイカで入場。5時45分発スカイライナー1号に乗車します。専用乗り場から入場です。スカイライナーに乗るには乗車券とライナー券が必要。事前にネット予約するのがおすすめです。全車指定席なので時間ギリギリの乗車になっても安心して座席に座れます。スカイライナーがやってきました。流線形のお顔とエッジの効いたラインがとってもスタイリッシュでかっこいいです。そして色は日本の伝統色である藍色をメタリックにアレンジしたウィンドブルーと白の中の白、ストリームホワイトによる塗り分けです。この色使いがキリッとしていてかっこいいです。お値段は東京から含めると2734円。ロゴマークも筆で書いた感じがスピード感があっていいなと思いました。今回は成田空港に到着してエスカレーターに近いのが5、6号車とのことで5号車で予約しました。スカイライナーは京成上野駅から成田空港を結ぶ特急列車。新幹線を除く列車では日本最速の時速160キロで走ります。都心と成田空港を最速36分で結ぶということで、成田空港って千葉県にあるのでちょっと遠いなって思っちゃうんですが、スカイライナーに乗ればそんな遠さも感じません。車内のデザインは凛をコンセプトとしているそうです。必須の荷物置き場は大きめでいいですね。客室とデッキの仕切りにはガラス素材が使用されていて、明るく開放感のある車内になっています。
コンセントは足元にあるのでコードは少し長めのものがいいかもしれません。座席の幅も広いので快適に過ごせます。スカイライナーの特徴の一つだと思うのですが、椅子も含めて全体的に薄めに作られているなと思いました。こちらのテーブルが見てください。今まで見た中で一番薄い背面テーブルです。でも重さもあってしっかりしているのでパソコン作業などもすることができます。お手洗いは多機能トイレと男性用トイレ、男女共用トイレがありました。そして4号車には自動販売機もあります。その前には休憩スペースもあって、短時間の乗車の中でもこういう設備があるのがとっても嬉しいですよね。こちらの洗面台はカウンターと一体型になっていて、足元の空間を広く取ることで車椅子で乗るように対応しているそうです。スカイライナーの座席は少し固め。私が行きをスカイライナーにしたのには理由があります。成田エクスプレスの始発は東京駅を6時18分に出発し、成田空港駅に到着するのは7時19分。対してスカイライナーは日暮里駅を5時45分に出発し、成田空港には6時24分に到着します。成田エクスプレスと比べて約1時間も早く空港に到着できるので、朝早い便にも間に合うことがポイントです。この日は少し天気が悪く、あまりいい景色を見ることはできなかったのですが、やはり車窓を見ているとよりスピードを体感することができるので、とっても面白かったです。あっという間に成田空港駅に到着しました。スピードと快適さに驚きました。はい、ということで成田空港に到着しました。今ね、空港内にいます。今日はね、空港特急の乗り比べということで、みんな飛行機を乗るために使うわけじゃないですか。なので私も今日は飛行機に乗って日帰りで福岡まで行きたいと思います。やったー。初福岡かもじゃなくてそうなんですけど、ちょっと時間短いんですけど楽しみたいと思います。お腹すいた。めっちゃお腹すいたので、とりあえず朝ごはんを買って飛行機に搭乗したいと思います。あまりにもお腹が空いていたので、搭乗してすぐに動画を撮らずにカツサンドを食べてしまいました。カツサンドの映像すらなくてすみません。はい、ということで福岡県に到着しました。福岡空港みたいなのを探したかったんですけど、どこにあるか分からなかったので、空港の前で今からこれから太宰府天満宮に行きたいと思います。まずは地下鉄空港線に乗って博多へ行き、地下鉄七隈線に乗り換え薬院駅へ。駅名表に一つ一つイラストがあって可愛いです。そして観光列車の水都に乗って西鉄二日市駅へ。
最後にミントグリーンのレトロな車両がとっても可愛い西鉄太宰府線に乗って太宰府駅に到着しました。降りた瞬間からテンションが上がる駅にびっくり。太宰府天満宮に入る前に名物の梅替え餅を食べました。出来たてでとっても熱くて結構持つのが大変でした。周りが少しパリッとしていて甘さ控えめなのがとっても美味しかったです。すごい、なんか目の前が校庭みたいな広場になってる。帰りは観光列車の旅人に揺られ、次の目的地櫛田神社駅前へ向かいます。食べたかったご飯があったのですが2時間以上待ちだったかな。結構ギリギリまで粘ってみたのですが諦めてテイクアウトすることにしました。じゃん、こちらが今回買った明太いくら卵焼き丼です。美味しそう。本当は空港で食べようかなと思っていたのですが生もので早めに食べないといけないので駅までの道にあったちょっとした公園みたいなところで食べることにしました。私の大好きなものしか入っていない最高の丼でペロリと一瞬で食べ終えてしまいました。ごちそうさまでした。はい、ということで博多グルメも一つだけですけど、豚骨ラーメンかもつ鍋か迷ったんですけど気分がもうどう考えても明太子だったので今回はね明太子選びました。じゃあこれからまた空港に戻って東京に戻りたいと思います。ちょっと滞在時間が短すぎて寂しい。ではここから一瞬で成田空港へ戻ります。はい、今ね成田空港に着いて急いで成田空港駅に向かってます。行きはスカイライナーで来たんですけど帰りは成田エクスプレスに乗ります。まだチケット取ってないんですけどギリギリ乗れる時間かが分かんないのでギリギリに取りたいと思います。もう来てる。飛行機を出てからね15分後の成田エクスプレスに飛行機が着いてから30分後のね成田エクスプレスに間に合いました。チケットギリギリで買いました。成田エクスプレスは大船駅、新宿駅から成田空港駅間で運行する特急列車。東京駅から成田空港駅間を約1時間で結びます。とても力強くインパクトのある車体、シルバーのメタリックな外観は近未来的な印象があります。シリーズ E259 という文字が強調されており特別感がありますし一目で列車の特徴がわかるのがいいですよね。黒い座席がずらりと並び赤い耳もワンポイントでとってもかっこいいです。
Welcome aboard the Narita Express by Airport Terminals 2 and 3, Tokyo, Shinagawa, and Shibuya. Passengers without seat reservations or could you change seats when the ticket holder boards. Cars 6 and 12 are for passengers with clear car reservations. Restrooms are available.急ぎ足で来たこともあって乗車時の車内がとっても暑かったのですが、空調の風力が弱くてどうなるかと思いました。空調の風力が弱くてどうなるかと思いました。座席に座ってみるととてもふかふかで、思わずわっと声が出ました。荷物掛けフックがない。中間席の場合は背面テーブルに加えてドリンクホルダー、そして荷物掛けフックもあります。ちょっと失敗しちゃったのですが、一番前だとあまり足を伸ばすことができないため、できれば中間席を取るとこれだけゆったり過ごすことができます。枕もふかふかですし、とっても乗り心地が良かったですね。コンセントは肘掛けにあります。座席の指定をご利用の座席に指定席券をお持ちのお客様がいらっしゃいましたら恐れ入りますが、お席の移動をお願いいたします。特急券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なる場合がありますのでご了承ください。グリーン車は6号車と12号車です。トイレは1号車、6号車、7号車と12号。早めにお荷物の準備をお願いいたします。お忘れの場合は列車北ページでお荷物引き渡しとなります。洗面台はちょっと暗めなのですが、落ち着いたシックな空間です。結構暗い。一応マグネットで止まってるけどカーテンがかなりなんていうんですかね、折れ目がついてて全然閉まってない。成田エクスプレスのいいところは何といってもアクセスですよね。スカイライナーだと目的地が限られてしまうのですが、成田エクスプレスの場合は新宿や大船方面など自分の好きな場所に1本で行けちゃうというのがとても魅力的です。最高時速は130キロ。スピード感を楽しみたいならスカイライナーですね。成田エクスプレスは成田空港から東京駅まで3072円とスカイライナーより338円高いのですが、エキネットのチケットレス特急券特割を利用すると特急券を 35% オフで購入することができ、合計2462円で乗車できます。特割は制限があるので全員が必ずしも買えるというわけではないのですが、これを利用したらとても安く乗車できますね。今回福岡の観光を1カ所にしたのは成田エクスプレスに乗るためだったのですが、成田エクスプレスは最終が9時44分発、スカイライナーには23時20分発と深夜便があるのですが、成田エクスプレスにはないため早めに戻ってこないといけません。Restrooms are available in cars 1, 6, 7, and 12. 「
最後のまとめとして簡単な比較表を作ってみました。東京駅を起点として考えると所要時間はあまり変わりません。ですが乗り換えがないという点では成田エクスプレスが楽でいいかもしれませんね。お値段で比べると特割が使える場合は成田エクスプレスの方が安いです。個人的には座席はふかふかの方が好みなので成田エクスプレス、車体デザインはスカイライナーの爽やかイケメンという感じがグッときました。あと旅行は朝から晩までギリギリを攻めたいタイプなのでスカイライナーの早朝深夜対応がとっても嬉しいです。今回初めて空港特急の乗り比べをしてみたのですが、どちらがいいというよりはどちらもそれぞれの特徴に合った車両になっているんだなっていうのを実感したので、自分のアクセスがいい方に乗るのがいいなと思いました。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。